こんにちは、コロです。大会に出るとふと考えませんか？やっぱり若い方が有利でしょって。でも同時に年齢を重ねると新しい世界もあるのではと考えたことありませんか？そこで自分の経験からいろいろと調べ、自分で考えて書いたブログをもとに AI を使い、できるだけわかりやすく整理しました。それでは本編をどうぞ。どうもこんにちは。ランナーのコロさんの考えをもとに、今回はマラソンと年齢について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。マラソン大会のスタートラインに立った時、周りの若いランナーを見て、うわ、やっぱり若いって有利だよなぁ、なんて思ったことありませんか？今日はね、その疑問に真っ向から向き合っていこうと思います。そう、まさにこの問いです。瞬発力とかパワーが大事なスポーツだったら答えはすごくシンプルかもしれないですよね。でも 42.195 キロっていうとてつもなく長い距離を走るマラソンだと話はそう単純じゃなくなってくるんです。これがまた面白いところでして。さて、じゃあまずは若いランナーが持ってる誰もが認める強力な武器、これについて見ていきましょうか。これをまず理解することが今日の話のスタート地点になりますね。若さの一番の武器、それは何かっていうと、この最大酸素摂取量、VO2max ってやつなんですね。なんだか難しそうな言葉ですけど、要は体のエンジンの排気量みたいなもんだと思ってください。このエンジンが大きければ大きいほど、一気にたくさんのエネルギーを生み出せて、速いスピードを保てるってわけです。で、一般的にこのエンジンっていうのは、若い頃の方がやっぱり大きいんですよね。で、その大きなエンジンに加えて、もう一つめちゃくちゃ強力なのが、回復の速さなんですよ。すっごいきつい練習をしても、次の日にはもう体が元に戻ってる。だから、もっと質の高い練習をもっとたくさん繰り返しできちゃう。これってとんでもないアドバンテージなんですよね。これ、コロさん自身の実感なんですけど、経験を積んだランナーの方なら、多くの人が、わかるわかるってうなずいてるんじゃないでしょうか。この、なんとなく回復が遅れてるなーっていう感覚こそが、若い頃とのはっきりとした違いとして、じわじわーっと体に現れてくるんですよね。でも、ここからがマラソンの本当に面白いところ。若いランナーがパワフルなエンジンを積んだ、言うなればスポーツカーだとしたら、ベテランランナーはね、全く違う種類の強さを持つ、賢いハイブリッドカーに進化していくんですよ。まさにこのスライドが、その違いをバシッと表してますよね。若さが一番速いスピードを出すこと、つまり最大出力を求めるのに対して、ベテランはいかに長く効率よく走り続けられるか、つまり持続可能な出力を極めていくんです。これ、パワーで劣る分を圧倒的な効率の良さ、つまり燃費でカバーするっていうこと。これって衰えじゃなくて、むしろ戦略的な進化なんですよね。じゃあ、その賢いハイブリッドの正体って一体何なんだって話ですけど、大体この4つのスーパーパワーにまとめることができます。筋肉の隅々までエネルギーを届ける毛細血管、それから脂肪をうまく使って燃費を良くする脂質代謝、そして何万キロも走り込んで完成される無駄のない効率的なフォーム、これは究極のエコ運転技術みたいなもんですね。で、最後に、レース終盤のもうダメだっていう気持ちを乗り越えるための精神的な強さ。これらは全部、時間と距離を重ねたランナーだけが手に入れられる特別な武器なんです。まず一つ目の毛細血管の発達。これ、長年トレーニングを続けてると、筋肉の隅々までに酸素とか栄養を運ぶためのものすごく細い血管、つまり毛細血管がびっしりと張り巡らされるようになるんです。これはまさに体の中に自分だけの超効率的なデリバリー網を作り上げるようなイメージですね。エンジンの大きさ自体は変わらなくても、燃料を送り込むパイプラインがめちゃくちゃ強化される、そんな感じです。そして、これこそがベテランの真骨頂、脂質代謝です。つまり、脂肪を上手にエネルギーに変える能力のこと。僕たちの体には、すぐ使えるけど量が少ない糖質っていう、廃屋ガソリンみたいな燃料と、量はめちゃくちゃあるけどちょっと使いにくい脂肪っていう巨大な予備タンクがあるんです。ベテランの体っていうのはこの脂肪タンクから効率よくエネルギーを引き出すまさにハイブリッドシステムを搭載してるんですよ。だからレース後半でガス欠になりにくいし、最後の勝負どころのためにとっておきの廃屋ガソリンを温存できる。これマラソンにおいてはとてつもない武器になるんです。
そう。ここまで話してきたことを一言でまとめると、こういうことなんですよね。年齢を重ねるっていうのは、ただ単に弱くなるってことじゃない。それは、戦うための戦略そのものが変わるってことなんです。まさにこのコロさんの言葉、これが今日の話のすべてを物語っていると思います。パワーでガンガン押していく戦い方から、効率と経験でじっくり戦うステージへ。マラソンって年齢とともに戦い方自体が変わっていく、本当に奥深いスポーツなんですよ。もちろんね、40代、50代になってから世界のトップと戦うようなスピードを目指すっていうのは、まあ正直ちょっと難しいかもしれない。でも、マラソンの価値ってそれだけじゃないですよね。自分自身のベストタイムを更新すること、同じ年代のライバルと競い合うこと、そして何より自分の体と向き合うことの喜び。戦うフィールドっていうのは実は無限に広がってるんです。そしてその戦い方の変化っていうのはやがてマラソンというスポーツそのものの見え方までガラッと変えていくことになります。若い頃ってどうしても自分の内側にばっかり目が向いちゃいますよね。自分のタイムがどうだ、大会での順位がどうだ、周りの誰かと比べてどうだ、それがモチベーションの源だったりするわけです。ところが経験を重ねていくうちにその視点っていうのはだんだんと外へ、そして自分の内面のもっともっと深いところへと広がっていくんです。ただ速く走るっていう競争だけじゃなくて、レース中の景色を楽しんだり、一緒に走る仲間との時間を大切にしたり、その大会でしかできない経験そのものに価値を見出すようになる。マラソンをする意味がどんどん豊かで深みを増していくんですよね。この変化をまあ一番よく表しているのが、コロさん自身の新しい挑戦かもしれません。舗装された道をいかに速く走るか、それだけを追い求めていた頃には、多分想像もしなかったような夢が彼の中に生まれたんです。UTMB、ウルトラトレイル・ドゥ・モンブロン、ヨーロッパアルプスをぐるっと一周する世界で最も過酷で、そして最も美しいと言われる約170キロのトレイルランニングレースです。速さだけじゃない、大自然と向き合う力、精神的なタフさ、そのすべてが問われるこのレースが、今のコロさんの新しい目標になっているそうなんです。さて、そろそろ今日の話をまとめていきましょうか。マラソンと年齢の関係っていうのは、単純に限界なんていう一言で片付けられるようなもんじゃない。もっともっと奥深い物語だ。っていうことが見えてきたんじゃないでしょうか。そう、若さには若さの武器があって、経験には経験を積んだものだけが使える最高の武器がある。圧倒的な燃費性能、無駄のない洗練された走り、そして何事にも動じない心の強さ。そして何より大事なのは、年齢を重ねることは、マラソンというスポーツの楽しみ方を進化させていくプロセスなんだ、ということなんです。最後に、これを聞いてくれているあなた自身にちょっと問いかけてみてほしいんです。あなたのランニングライフにおいて、年齢を重ねることはどんな変化をもたらしましたか？あるいは、これからどんな進化を遂げてみたいですか？ぜひ、そんなことを考えながら、これからも走り続けてみてください。